あのバルセロナが、絶対に勝つことができない呪われていたスタジアムがあった。みんなこんにちは。にわかじゃないのだ。ずんだもんなのだ。こんにちは、メタンです。今回はにわかでもわかりやすい海外で有名なジンクスやフードゥーを紹介しようと思います。にわかじゃないのだ。にわかでしょ。あのバルサがサポーター4人で呪われてた場所知ってます？バルサが呪われてたのだ。なんか、ラスボスが最初の村で転ぶみたいな話なのだ。どんな話なのよ。2018年に勝つまで、バルサはあのエタでリーグ11年勝ててなかったの。11年？それも、小学生が高校卒業しちゃう長さなのだ。しかも直近7試合で5敗。サポーターの感覚だと、ちょっと苦手、じゃなくて、完全に何かある場所、だった。バルサ相手に、何かある場所。で、地面だけでだいぶ怖いのだ。ところであのエタってどこなのだ？レアルソシエダのホームですな。おう、ソシエダだったのだ。ズンメタです。呪縛が解き放たれた試合。その日も最初に2点先取されてたの。ダメなホラー映画の入りなのだ。今日は平気だよね。って言った瞬間、フラグが立ったやつなのだ。で、そこからパウリーニョ、サレスに発。最後はメッシのフリーキックで4対2。だから海外では、逆転勝ちというより、呪いが終わった日、として語られてるの。あのエタで勝ったぞ。200回参加するより嬉しい。あのエタの呪いですら今のバルサを止められないなら、もう何が止められるんだ。呪いは破られた。喜び方がリーグ優勝じゃなくて、魔王討伐後の世界、なのだ。まあでも実際、それくらい積み重なってたのよね。日本だと、逆転勝ちした試合、で終わりやすいけど、向こうだと、あのエタに行く日の嫌な感じ、までセットで覚えられてるから。呪いは正式に終わった。呪い？何それ？エラー読むよ。呪いは見つかりませんでした。こういう雑ミーム、嬉しい時だけは妙に美味しいのだ。あと、向こうの人たちって、こういう時すぐ神話っぽくするから面白いよね。エルネスト・バルベルデ、戦術の父、ローテーションの天才、そして呪い破りだ。パウリーニョはこの呪いを壊すために中国から連れてこられたんだ。こんな日が来るなんて思わなかった。最高すぎる。2対0からひっくり返して4対2で勝つなんて。バルベルデ、愛してる。鍵にとってただの呪いが何だって言うんだ。ズンメタです。試合感想がもう半分伝説の語り部なのだ。11年って数字見ちゃうと、モータルの戦績じゃなくて物語になっちゃうのわかる。選手もよく、神がいるから神話級の場所もあっていいのだ。結局呪い解除されてからは普通の場所になったのけ？ 2018年1月14日、バルサは2点ビハインドから4対2で逆転して、ついにあのエタでリーグ戦勝利をつかんだ。だけど、ここで終わりじゃないのがあのエタなのよ。まさか本当にまだ続きがあるのだ。とりあえず数字を出して、この呪いがどれだけ厄介だったか見てみようか。ふむふむ、こういう時はふんわり空気じゃなくて数字で殴るのだ。2007年の勝利を最後に2018年に突破するまで、リーグのアウェー戦は7試合で0勝2分け5敗。これなら呪いって呼ばれたのもわかるでしょう。ゼッテル賞は覚えてた。次決まるところがどうせブレベルなのだ。ザ・ガーディアンも2018年の勝利を11年ぶりのあのエタでのリーグ戦勝利って内容になってたの。当時の空気は本当に特別だったのがわかるね。一旦終わらせたように見えたのよ。2018年以降、2023年までのリーグアウェーは6試合で5勝1分け0敗。かなり流れは変わってる。なんだ、急に攻略済みダンジョンみたいになったのだ。ところが、直近はまた怪しい雲行きだったりして、2024年に0対1、2026年に1対2で敗れていて、リーグは2連敗中なの。またあのエタさんが機嫌を悪くしてるのだ。だから正確には、昔の呪いは2018年に一旦終わった。でも今でも、バルサにとって簡単な場所じゃないかも。が正しい感じね。つまりあのエタさんは、呪いを解いたら完全クリア、じゃなくて、今でも油断するとやられる特別マップなのだ。まあそれでも、この4対2逆転は、ただ勝った試合、じゃなくて、バルサの長い因縁に区切りをつけた1試合だったわけよ。つまり完全に安心はできないのだ。また気がつけば、なんてことがあるかもなのだ。でもだからこそ、あのエタの話は今でも面白いのだ。そうかもね。あれ？もしかして2018年の勝利は、呪い第一部、だったのけ？まさかないの神部署。あのエタの呪い南部構成なのよ。ズンメタです。今回は知られざるサッカーにまつわる謎のジンクスや呪いのネタ話シリーズ第1弾としてあのバルサにも疑問があったって話だったのだ。長いわよ。強豪なのに妙に苦しむスタジアムって他にどこを思い浮かべる？コメントで教えてね。チャンネル登録と高評価、動画投稿お願い
では次回の動画で。またね。